今回はストレスなく砂糖をやめる体に優しいみりんシロップの作り方をご紹介します。砂糖の代替えとしていろいろなお料理に活用することができる便利な調味料です。活用法もいくつかご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。まずはみりんを用意します。みりんは本みりんを使ってください。本みりんとは裏の原材料がもち米、米麹、焼酎もしくは醸造アルコールのみで作られたものです。一方みりんは水飴、米麹の醸造調味料、酸味料などを原材料とした甘み調味料です。添加物入りのみりんは極力避けましょう。お鍋は小さめのものより底の面積が大きいものの方が早く出来上がります。深めのフライパンをお持ちの場合はそちらでも大丈夫ですが、深さのないフライパンで作る場合は吹きこぼれに注意してください。鍋にみりんを入れていきます。これを半量になるまで煮詰めていくだけです。中火にかけます。1分くらい経つと途中でわーっと泡が盛り上がってきます。こうなる前に吹きこぼれないよう火を弱めましょう。アクが出てきているので丁寧に取り除きます。あとは中火と弱火の間の火加減でコトコト煮詰めていくだけです。お使いの鍋の大きさによっても煮詰める時間は若干変わってきますが、だいたい10分前後で大丈夫です。時々このように木べらで混ぜてあげてください。10分経ちました。だいたい半量くらいに煮詰まっていれば OK です。清潔な容器に入れ替えます。耐熱の瓶の場合は出来たてを入れても大丈夫ですが、耐熱ではない容器に入れる場合はある程度冷めてから移し替えましょう。ちゃんと半量になっているか測ってみます。だいたい半量になっていました。多少前後しても問題ないですので、目分量で半分くらいになっていれば大丈夫ですよ。このような瓶に入れるともっと使い勝手がいいかもしれません。常温保存で2週間、冷蔵保存で3ヶ月日持ちします。煮詰めてアルコールを飛ばしてしまっているので、煮詰める前のみりんよりは賞味期限が短くなってしまいます。出来たてはこんな感じでサラサラしています。冷蔵庫で冷やすともう少しとろっとしますよ。ちなみにあと 2,3 分長く煮詰めるとこんな感じに気泡が細かくなって蜂蜜のような感じのとろみがつきます。冷蔵庫で冷やすとさらに固まるので、蜂蜜よりはサラサラなくらいのところで火から下ろします。煮詰めすぎると固まってしまうので、そこだけ注意してください。先ほどのシロップよりも煮詰まっているので、こちらの方がもちろん甘みは強いです。パンに塗ったり、パンケーキにかけたり、蜂蜜感覚で使うことができます。
このみりんシロップのいいところは、砂糖に比べ血糖値を上げづらいところ。GI 値といって食後血糖値の上昇度を示す指標がありますが、白砂糖の GI 値が109に対して本みりんは15と GI 値が低く、血糖値が上昇しづらいので、本みりんは低 GI 調味料と言えます。血糖値の上昇が気になる方にはおすすめです。こちらのみりんシロップをどんなものに使うのかというと、私は加熱しないお料理に使うことが多いです。ドレッシングなど加熱しないものにみりんを使うときは、やはりみりんを煮切る必要があるので、その時にこのみりんシロップを使うのが便利ですよ。冷やし中華のタレ、酢の物やもずく酢などに使う三杯酢、焼肉のタレ、ドレッシングなどに使ったり、炒め物などいろいろなお料理に砂糖の代用として使えます。より煮詰めた方のみりんシロップは、わらび餅やパンケーキ、ヨーグルトにかけたり、お漬物をつける時にも使います。本当にいろいろなお料理に使えるので重宝しますよ。煮詰め終わった後、みりんが固まって洗いづらくなってしまった時は、お鍋に水を入れて数分放置しておくと、みりんが水に溶けてきれいになります。次はみりんシロップの活用法もご紹介していきます。まずは酢の物などに使う三杯酢。酢の物には意外とお砂糖がたくさん使われているので、みりんシロップに置き換えてより健康的に。もずく酢やきゅうりとタコの酢の物、南蛮漬けなどのタレとして活用できます。三杯酢は冷蔵庫で 2,3 週間日持ちします。次は和風ドレッシング。こちらも混ぜるだけですぐに作れるので、ドレッシングを常備することもなくなりました。3週間ほど日持ちしますので、ボトルで作って常備しておけば毎回作る手間も省けます。手作りのドレッシングは市販のものよりずっと美味しいですよ。次はみりんシロップで作る卵焼き。いつも卵焼きにはみりんのみで甘みをつけていたんですが、このみりんシロップに変えてから卵焼きが美味しくなったと家族に評判です。よく混ぜたら 2,3 回に分けて焼き、巻いていきます。卵焼きだけではなく、この味付けでいり卵を作っても美味しくできます。みりんシロップを入れて焼くと、ほんのりコクも出てとても美味しいです。次はみりんシロップを使ったきゅうりの簡単お漬物。きゅうりは切ってから端をくるくるしてアクを抜きます。きゅうりのアクは両端に溜まっているので、切れ端をすり合わせることでアクが抜けていきます。この泡がアクなので、アクは水で洗い流してください。
きゅうりを斜め切りにしていきます。切ったきゅうりはボウルに入れていきます。お漬物にも意外と砂糖が結構使われているので、代用できるのは嬉しいですよね。全体によく混ぜ合わせます。よく混ざったら落としラップをして冷蔵庫で3時間ほど漬け込みます。上に重しを置いておくとよく浸かります。3時間経ちました。今は浅漬けの段階なので、一晩漬けるとより味が染み込んで美味しくなります。鰹節の旨味とみりんシロップの優しい甘みも感じられる浅漬けです。このお漬物は1週間以内に食べきるようにしてください。次は好きなお野菜で作るごま和えのタレを作ります。ごま和えは美味しいので大好きなんですが、お砂糖をたっぷり使ったレシピが多いですよね。あまり甘みがなかったかぼちゃでごま和えを作ります。ほうれん草、いんげん、ブロッコリーなどどんな野菜でも大丈夫です。タレと合わせる前に野菜には火を通しておいてください。よく混ぜ合わせたら完成です。緑黄色野菜とごまの組み合わせは栄養抜群なので、我が家ではよく作るおかずです。みりんシロップで作ったごま和えのタレは野菜によく絡むので、とても美味しく仕上がります。3、4日で食べきるようにしましょう。自然な甘みで野菜の美味しさが引き立つごま和えです。最後はみりんシロップを使った簡単ドリンクです。みりんシロップの量はお好みで増減してくださいね。水で割ればレモネード、炭酸で割ればレモンスカッシュに、お湯で割っても美味しいです。ジュースではなくてもコーヒーや紅茶のお砂糖代わりとして使えます。毎日使っているお砂糖をみりんシロップに置き換えるだけで、自然とお砂糖を使う量は減ってくると思います。お砂糖を使う量が少なくなると体がどんどん軽くなり、お砂糖を摂ることによって出ていた体の不調も減ってくると思います。煮詰めるだけで簡単にできるみりんシロップ、いかがだったでしょうか。血糖値が気になる方やお砂糖はあまり使いたくないという方にもとてもおすすめです。保存も効きますので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。